元気に産声を上げたその女の子は、亜美と命名された。実は、和夫も隆たちも、それぞれ付けたい名前があった。隆は、初めて生まれた女の子は、自分で決めようと考えていたし、久美もまた、女性らしい名前を付けようとしていた。それにも増して、和夫は、先に生まれた恵美の娘の命名を、向こうの親に先越され、次こそはと、意気込んでいたのである。出産を直前に、互いに譲れず、それではと、公平に、くじ引きで決めることにした。3本の棒の先に赤い印をつけ、まず、最初の1本を隆が引いた。次の1本を和夫が取り、残りの1本を久美が手にした。そして、3人は顔を見合わせ、一斉に棒の先を差し出した。運命の瞬間、赤い印の棒を手にしていたのは、和夫だった。和夫は何週間も前から仏壇に命名した名前を祀り、毎日祈っていた。その甲斐あってか、見事に引き当てることができたのだ。久美の体調が落ち着くと、子供見たさに待ちわびていた隣人たちが、続々と出産祝いに訪れた。久美ちゃん、おめでとう。えらい痩せてたから、みんな心配してたんやで。新田さん、ありがとう。なんとか無事産めたわ。ほんまに安心したわ。そしたら早速、赤ちゃんの顔、拝ませてもらおうかな。新田は嬉しそうに、ベビーベッドで眠る赤ん坊の顔を覗き込んだ。新田の顔が一瞬無表情になり、妙な間が空いた。まあ、これは元気な男の子やね。新田さん、ごめんな。女の子やねん。嫌やわ。ごめん。しっかりした顔つきで元気そうやから、てっきり男の子かと。新田は慌ててフォローした。気にせんといて。もう3人来たけど、みんな、同じこと言うて帰ったから。亜美の顔を覗き込んだ隣人たちは、皆一様に、我が目を疑った。端正な顔立ちの隆と、器量よしの久美から、どれほど愛くるしい子が生まれたかと好奇心を募らせていたが、目は一重で腫れぼったく、口元はリスが餌を頬張っているほどパンパンで平べったい。正直、どこからどう見ても、可愛いとは言い難い子供。本当に久美ちゃんが産んだ子なのか。上のことも似つかわず、皆見れば見るほど褒める言葉を失った。そして最後の砦に元気で安心と健康第一を逃げ工場に安心したのもつかの間。久美から性別を聞かされ、二度びっくりするのである。久美も隆も生まれた我が子が五体満足であれば、それ以上何も望むものはなかった。和夫も同じだ。どんな風に生まれようと、まさしく目に入れても痛くない可愛い孫であった。出産を終えた久美は、体調が回復する間もなく、仕事に復帰した。神戸に来て隆と始めたのは、
音響会社から取り付けた。トランジスタラジオの基盤制作だったが、細かい部品を扱う精密な作業で、予想以上に時間を要し、ゆっくり休む暇などなかった。久美、高明はどこにおるんじゃ。亜美の面倒を見ていた和夫は、さっきから姿が見えない高明が気になっていた。あの子は、2階で本読んどうわ。そやけんど、もう長いこと見てないで。なんぞあったんとちゃうんか。ちと、父さんが見てくるきん。心配になった和夫は、高明の様子を伺いに2階に上がっていった。高明や。ほう、こりゃびっくりしたの。まだ本読んどったか。僕、本好きやねん。とは言うものの、すでに3時間以上経っていた。おまん、ずっと本読んどったんか。僕ずっと読んどったよ。じいちゃんにも読んだろか。高明は一旦和夫に本を預けると、丸覚えした文章を暗唱し始めた。そのお山の上には、御堂がありました。和夫は慌てて文字を追った。ある時、村の老人の一人が、その御堂でとても珍しいものを見つけました。おやおや、これは何かな？ページをめくりながら一言一句確認したが、間違っていない。悲しみに暮れた老人は、船と一緒に海の果てに沈んでいきました。じいちゃん、終わりだよ。とうとう最後のページまで来た。これ、一冊覚えたんか。これもあれも全部覚えた。おうそうか。高明は、すごいの。和夫がそう言いながら見渡すと、相当の数の本が置いてあった。まさか、これだけの本をみんな覚えたちゅうか。